前から食べたいと思っていたロールキャベツ。今夜は時間と心に余裕があるから、じっくりロールキャベツを煮込もう。まずはなるべくきれいにキャベツを剥がしたい。切り込みを入れて、キャベツが崩れないようにそっと剥がしていく。ロールキャベツは丁寧にキャベツを剥がし、下茹でをしてお肉を包んで煮込む少し工程が多いと感じる料理だ。日々慌ただしい生活の中では、さっと作れる簡単な料理を選びがちで、食べたいと思っていても手間のかかる料理は後回しになっていた。思い返せば子供の頃は、私はロールキャベツが大好きで、よく母にリクエストして作ってもらっていた。一緒に料理をすることも多かったから、自然とロールキャベツの作り方は身についた。大人になってロールキャベツが手間のかかる料理だと知ってから、あの頃食べたいといえばいつでも作ってくれていた母の優しさと凄さを大人になった今実感している。ロールキャベツを作りながらいろいろなことを思い出して、久しぶりに母の手料理が食べたくなった。キャベツはさっとした茹でをして巻きやすくなるようにしんなりさせたら冷ましておく。キャベツの芯をそぎ切りにしていく。そぎ切りにした芯は細かく刻んだら肉種に混ぜ込んで一緒に美味しくいただく。キャベツを傷つけないように丁寧に削いでいきたいところだけど、時には穴も開きます。ポテトサラダ用のじゃがいもを茹でていく。玉ねぎはスープに使う分と肉種に混ぜ込む用の2種類に切り分ける。肉種に混ぜ込む用の玉ねぎはみじん切りにして、先ほどのキャベツの芯も細かく刻む。玉ねぎのみじん切りとキャベツの芯を加えて食感の違う2種類を合わせる。しっかりした食感のキャベツの芯がいい仕事をしてくれて、より美味しさが増すような気がする。じゃがいもが柔らかくなったら引き上げて、鍋に戻して水分を飛ばす。軽く加熱したら、今夜は海苔塩味のポテトサラダにするので、マヨネーズと青のりを加えて、塩少々で味を整える。なんとなくロールキャベツの付け合わせには、ポテトサラダがいいと思って作ってみたけれど、夫には今夜は不思議な組み合わせだと言われてしまった。ロールキャベツの肉種を準備する。先ほど刻んだ野菜に豚ひき肉を入れ、塩コショウとナツメグを入れて下味をつける。
ロールキャベツの作り方を調べていて、ナツメグを入れるレシピがたくさん出てきて、ナツメグにどんな効果があるのかも、味の違いもよくわかってないけれど、きっと入れると美味しくなるんだろうと、何でも真似して入れてみることにした。肉種ができたら、ひたすらキャベツに巻いていく。最初は大きめのキャベツを使って、肉種も多めに入れて、大きめのロールキャベツを作る。後でお肉が足りなくなって、貧相なロールキャベツができたら悲しいので、キャベツの大きさに合わせて調整します。なんとなくの雰囲気で、肉種をぴったり使い切れたことに達成感を味わいつつ、こまごましたキャベツはそのまま一緒に煮込みます。フライパンに包んだロールキャベツを並べていく。キャベツを茹でたお湯を使ってロールキャベツを煮込んでいく。これは母から教わったことで、茹で汁を使うこととキャベツの芯を細かく刻んで肉種に混ぜることの2つは、子供の頃に教わったまま今も毎回やっている。煮込んでいる間にスープを準備する。コンソメスープにしようと思ってたけど、ロールキャベツと味がかぶってしまうと思い直して、鶏ガラスープをベースにすることにした。卵を溶き入れて、そっとかき混ぜてふわっとさせたら、スープは完成。出張の帰りに寄ったパン屋さんで見つけたフランスパン。こちらを使って明太フランスを作る。初めて行くパン屋さんはどんなパンがあるかウキウキするし、どれも美味しそうで買いたくなってしまう。こんがり焼けたチーズがたっぷり乗った惣菜パンに、ザクザクの生地のシュークリーム。しょっぱい系を買うと甘いのも欲しくなって、美味しそうな匂いにつられてたくさん買ってしまった。お土産を買う楽しみが出張のご褒美になるから、そんな時は思い切り楽しむのがいいのです。バターと明太子を塗り広げたら、軽くトーストします。仕上げに粗挽き胡椒を振って、ロールキャベツは完成。こんがりトーストされた明太フランス。カリッとしたフランスパンとバターと明太子は間違いない美味しさで、夜ご飯にパンを食べることは少ない我が家も、時々こういうのもいいなぁと、またすぐ作りたくなっている。
ロールキャベツを盛り付けして、キャベツとお肉の旨味がたっぷり溶け込んだスープもかけたら、いただきましょう。ご視聴ありがとうございました。またね。